どうも島田秀平です。始まりました島田秀平のお階段巡り。皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます。さあ今回はですね、心霊写真そして鑑定結果の報告スペシャルと題してお送りしていきたいと思います。いや、こちらのチャンネルね、ありがたいことに皆さんたくさんのね怪談話投稿していただけるんですよね。概要欄の方にメールアドレスがありまして、そちらの方に怪談皆さんねいつも送っていただいてまして、本当に怖い話多いなということで、時々投稿怪談ということで、こちらの方でも紹介させていただいております。でそちらのですね、紹介させていただいた方というのはメールアドレスの方に、ステッカー係ということで、ご住所とか連絡先を送っていただくと、ステッカーをね、プレゼントさせていただいてるんですけども、実はねその怪談話も多いんですけども、それと同じぐらいとはさすがに言いませんけど、結構な数心霊写真の方も送っていただいてるんですね。でそれがねまたかなりレベルが高いというか、みんなで見てもうわーって声上げちゃうような写真がね結構あるんで、今回はね、そちらちょっと抜粋して、ご紹介するとともにですね、つい先日三木住職、そしてシークエンス早友くんというね、まさに霊が見えるスペシャリスト2人にお会いしたので、その写真を見ていただいた鑑定結果も含めて今日はお伝えしていきたいと思います。今日ねそのご投稿いただいた写真で紹介するのは2枚なんですけども、その前にですね、ちょっと前にお笑い芸人さん真面目にマフィンさんがね来てくださったんですが、その時に沖縄のお友達、今から十数年ぐらい前ですかね、ガラケーで家の中の風景を撮った写真があって、それがもう本当もう心霊写真っていうか写りすぎてない、はっきりもうめちゃくちゃ写ってんじゃんって写真、皆さん覚えてますでしょうか。このお写真なんですよ。はいね、素敵な女性の方がキッチンで料理をしている、その後ろが玄関なんですけども、その後ろ女性の方からですね、ひょっこり顔を出しているような、もう本当にはっきり顔の表情も分かるぐらいの黒髪の女性の、顔が見える写真ですよね。こちらも鑑定していただいたところですね、正直コメント欄の中の方にもこれはっきり写りすぎてんでこれは違うんじゃないかというねコメントも多かったんですよ。で僕らも確かになーなんて思ってたんですけど、いわゆる本物のお二人見えるというねお二人にこの写真見ていただいたところ、意外なね結果、鑑定結果、しかもそれがすごいのが2人とも同じことをおっしゃってたので、まずねそちらちょっとねご紹介したいと思います。このお写真なんですけども、お二人がね、見て言ったのが、僕言ったんです。これすごくはっきり写ってるから生き量とかですかねと聞いたところ、いやこれは生き量じゃないです、そして紛れもなくこれは心霊写真だと思いますという、一応お墨付きと言いますか、僕らそしてコメント欄も含めてこれ違うんじゃないかって思った方も多かったかもしれませんけど、一応お二人曰くこのお写真もそういう類の写真だと思うというお話いただいたんですね。でそこだけでもねって興奮したんですけども、そのお二人がねおっしゃったのが、この後ろから顔を出している女性というのはこの前でニコッとね、料理をしてこちらをね、見ている、女性のお母さんもしくはおばあちゃんだと思うというお話いただきました。一人暮らしをしているということで、元気にやってるのかなという、そんな優しく見守っているような、とても温かい怖くないそういった写真ですねという。でそういうふうに言われるとね、骨格なんかちょっと確かに似てなくもないのかななんていう気が途端にしてきたんですけどもね、そういったようなお話を伺いました。さあまずこれがですね、以前真面目にマフィンさんからご提供いただいて紹介させていただいた写真の鑑定結果なんですけども、ここからなんです。もう数々、視聴者の皆様からですね写真を送っていただいてますが、今日はその中のね特にちょっとお二人がびっくりされていた2枚、皆さんに見ていただくとともに鑑定結果発表していきたいと思います。まずね1つ目なんですけども、こちら文面の方から紹介させていただきます。島田秀平様、はじめまして。私は都内でタクシードライバーをしております大岡達夫と申します。
いつも YouTube で拝見していますが、中でも怖さの中に人の温かみとか切なさが感じられるお階段巡りが特に好きで、いつも楽しみにしていますとね、まずいただきました。ありがとうございます。さあ、そんな大岡さんから送っていただいたタクシードライバーさんですけどもね、まさにこの運転中、勤務中の途中でですね、撮影したというお写真なんですけども、私がたまたま撮った写真を思い出したので、ぜひご意見を伺いたいと思いメール差し上げました。まず経緯と書いてありまして、そちらを読ませていただきますね。今年の5月14日未明の2時23分、2023年今年の5月14日深夜ですね。営業中に第二京浜国道1号西五反田交差点で都心方向を向いて、私は信号待ちをしておりました。私は第2車線です。そこに少し引っ込んだ位置で信号待ち停車をしていました。その左側にはですね、左折、そして直進、共用の第1車線があり、そこに実車中お客様を乗せているジャンボタクシーが、そのね定位置、そのね白線の位置で信号待ちをしていたんです。私は眠気を感じながら何気なくその運転席をふーっと左側ですよね、ジャンボタクシーの方をねふーっと何気なく見たところ、ルームミラーあたりが、ジャンボタクシーのルームミラーが見えたわけですね。そのルームミラーあたりが変に明るく人のような顔が見えたため、とっさに手元の iPhone で撮影したという、停車中ですからね、そこでとっさに iPhone で撮影したという写真ですという、皆さん想像できましたかね。深夜です。自分でこうね、いる左側にジャンボタクシーがある、その車内が見えるわけですが、後ろ側からそのジャンボタクシーのルームミラーがあれおかしいぞと思って写真を撮ったというものです。こちらです。ご覧ください。どうぞ。わかりますかね。わかりますかね。ちょっとアップにした写真がありますので、こちらもご覧ください。こちらです。もうちょっともうびっくりするぐらい、ルームミラーに女性の目元、この辺りがもうくっきりと映ってますよね。かなり大きくないですか。何か違うものがこう顔っぽく見えちゃっただけなのかなとか、もしくは後ろの乗客の方の顔が映ってる、でもそんなに顔大きく映るとかね、いろいろ考えちゃうんですけど、まさにこう顔のようなもの、もう女性とはっきり分かるねものが映ってますよね。ご存知のように夜間の運転中は車内を暗くします。そのジャンボタクシーも車内は消灯しています。タクシー車内には運転席にナビとかいくつかのモニターがあって、左側の後ろの席にも広告とかね、決済用のタブレットなんかが付けられていて、そういう光源があると。常識的な考察では、この後ろの席のタブレットの、またはお客様がいじっているスマホの明かりがここに座っているお客様の顔に当たって反射して、それがルームミラーに映ったんじゃないか、そういう明るいね光が映った反射した顔が映ったんじゃないかというふうに考えられますよね。ただですね、助手席シート後ろに座った場合は、こちらですね、助手席のシートの後ろの場合はこのシートが邪魔になっちゃうと思うんです。で、運転席の後ろ側に座った場合は角度的にこれ映らないんじゃないか。考えられるのがやっぱりこうど真ん中ですよね。後ろの席のど真ん中に座った場合のみありえるかと思うんです。なので3人組のお客様を乗せているのかなと思い、信号が変わり走り出した後を追ってみると、お客様乗ってたのは1名様だけだったと。でさらに助手席の後ろに乗っていたので真ん中には乗ってなかったんですよと。となるとね、この映り方ちょっとやっぱおかしいんじゃないのかなってまず思います。経緯は以上です。私としてはお客様のスマホが顔を照らしたままね、たまたまルームミラーに映り込んだものではないかと解釈していますが、そこまで強い明るさを維持して反射光が映り込むものなのか、あの顔の大きさはやっぱり不自然なのではないか、また角度的にこれはありえるのか、釈然としない部分が残ります。ぜひね、
ご意見を伺えたら幸いですということで、僕はすみません本当霊感がないのでこちらですね、三木住職と早友くんに見ていただきましたところ、これがね2人とも同じことを言ったんですが、非常に興味深い考察をしてくださったんですね。それというのが、この写真見るべきポイントはこのルームミラーじゃないんだと。ルームミラーの右下あたりですね、そこに皆さんちょっとご覧いただけますかね。わかりますよね。何か緑色のものがなんか見えませんか。緑のなんかふわーっというもやのようなもの、これをですね見て、これは水子の霊なんじゃないか、これは水子特有の写り方なんです。こういうふうに写真で緑のようなもやが写る場合、これは水子の確率が高いんですということをおっしゃったんですね。なので、三木住職早友くんの見解としては、以前このジャンボタクシー内で妊婦の方が乗られていたんじゃないか。ただ、ちょっとこういろんなことで、うまくいかなかったんじゃないのかというところ、それが映り込んだものと考えるのがとても自然な考えになると思いますという、お話をされました。だからそのお母様、妊婦さんのお顔なんじゃないか、ルームミラーに映っているのはというお話なんですよね。なんかこう途端にこう切ないね、とてもこう悲しいちょっと切ない話になってくるんですけども、皆さんもですね今後写真を撮った際にこういった緑のようなもやが見えた場合にはそういった可能性が高いというお話、聞かせていただきました。さあそして、今日最後の写真なんですけども、これはですねなんか心霊写真って見かけによらないなって僕がすごく思った写真なんですけど、今から見せるお写真なんですけど、そんな怖いのとか、なんかこれちょっと変な感じのだけで別にそうなのぐらいにしか思わなかったんですけど、2人がこの写真が一番触れちゃいけないっていうふうに言った写真です。何言ったかっていうと、これはもう見なかったことにしましょう、これはもう気のせいということにしましょう、もうここがっつりもうこれを見てこれをしっかり考察するのはもう良くないので、もうこれはもう一応心霊写真ですけども、これはもう気のせい、たまたま映り込んだだけであとはもうそれ以上深追いするのやめましょう、もうそれが一番ですって言って、なぜか口ごもった、ある意味一番危ないという写真なんですね。こちら中島さんという方から送っていただいた写真です。今から7年ほど前ですね、忘年会にて撮影されたものなんですが、翌日撮影者が気がつきました。忘年会ですので知らない人は参加していないんですが、明らかにおかしなものが映り込んでいます。さあその忘年会の様子を表した一枚なんですが、どこにそのおかしなものが映っているんでしょうか。まずはご覧ください。こちらです、どうぞ。楽しげにね、男性が多めでしょうか。和風の居酒屋さんなんですかね。皆さんでねこうお酒を飲んで楽しげな様子が映ってるんですけども、お分かりでしょうかね。中央奥のあたりでしょうかね。白髪の人なのか、明らかに顔の色もちょっとおかしいような気もしますし、目の色もおかしいような謎の人なんでしょうかねが映り込んで、こちらをじーっとこう見ているような、写真、何か写ってますよね。で見たところ確かにおかしいよな、なんだろうなと思いますけども、霊感があるお二人曰く、この写真触れるのはやめておきましょう、気のせいだ、これ以上は深掘りしないでおきましょう、これはもうそれぐらいにしときましょうというふうに言われた写真です。すごく思いました。やっぱりね、心霊写真どぎつい顔が写ってるとかね、何か血だらけだとかってそういう怖いものもありますけど、何かこういったものの方が本当は怖いのかもしれない。これある方は霊とかっていうか、もう神様とかそういった類のものが映り込んだ、だからもう触れてはいけない写真なんじゃないかという
そんなご意見をくださる方もいましたが、皆さんにはどう見えたでしょうか。はい、さあというわけでですね、今回は写真もたくさん送っていただいているということで、心霊写真の方そして、鑑定結果の方を合わせて紹介させていただきました。いつも皆さんありがとうございます。今後もですね、概要欄の方にメールアドレスありますが、ぜひ、皆さん体験した体験談、さらにねこのような心霊写真不思議だな、鑑定してほしいななんていうねことがありましたら送っていただきたいと思います。紹介をさせていただきますとステッカーの方をお送りいたしますので、皆さんぜひよろしくお願いいたします。というわけで今回は心霊写真そして鑑定結果報告スペシャルお送りいたしました。またねこんな感じでやっていきたいと思います。それでは今回はこの辺で失礼いたします。島田秀平のお怪談巡りでした。ありがとうございました。